あ、いっけない。お水こぼしちゃったん。全然吸わない。全然吸わないんだけど。めっちゃ水弾くじゃん、これ。っていう経験、皆さんありませんか？熱帯魚を飼育していると、どうしても水を扱うことになります。水を扱うということは、ちょっとした不注意で水をこぼしてしまう。そんな事態に遭遇します。こぼした水は当然拭き取ることになるんですけど、こういった雑巾とかを使って水を拭き取るときに、なかなか雑巾が水を吸ってくれない。これは雑巾が悪いのか、何が悪いのか、拭いても拭いてもなかなか吸い取ってくれなくて、もどかしい思いをする時があります。そんな悩みを抱えていた僕は、ニトリでこんなものに出会いました。この謎の四角い物体。これを水の上に置くと、なんと一瞬で水が取れてしまいました。すごくないですか？これの吸水性、やばくないですか？今回はニトリで買ったこちらの商品をご紹介します。全アクアリスト必見の商品です。はいどうも、ピバです。今回紹介するのはニトリさんで購入しました超吸収スポンジ。吸水力約10倍、結露水滴をスパッと拭き取る吸水スポンジです。スポンジと言っていいのかよくわからないこの材質、イメージ的には高野豆腐ですね。なかなか面白いふにふにとした感触です。こちらの超吸水スポンジ、サイズ展開は2つありまして、今手に持っているのはワイドサイズ、これの他にちょっと小さめのレギュラーサイズがあります。ワイドサイズは599円、レギュラーサイズは399円です。最初レギュラー買いに行ったんですけど、レギュラーが売り切れ、めちゃめちゃ人気な商品ですね。レギュラー売り切れてたので仕方なくワイドを買ったんですけど、結果的にはワイドを買ってよかったと思っています。このスポンジなんと 350ml の水を吸い取ってくれます。つまりジュース1缶分。すごいですね。実際そんなに吸水してくれるのか気になると思うので、今ここに 350ml の水を用意しました。これを吸わせてみたいと思います。今何度か使った状態で若干絞りきれてない水も入ってると思うんですけど、ある程度は吸い取ってくれると思うんですよね。では、いけ！この時点でもう不思議。すごいね、すごいね。なんだこれ。今ちょっと側面に出てきましたね。すごいよ。湿ってるけど、びしゃびしゃしてない。もうちょっとかけていくと、なんだこれ。面白いな。まだいけるね。さあ、ちゃんと350吸い切れるのか。どうだ？いけてるかな？若干ね、テーブルの方に水が漏れ出てきた。限界は近いか？ちょっと限界近いか？若干絞りきれてない水があったと思うので、これぐらいが限度ですね。ただもうほとんど空っぽに近い。300ml は余裕で吸い取ってますね。今の動画シーンだけでもこのスポンジの吸水性は分かったと思います。じゃあ実際にアクアリウムで使うときにどんな場面で役に立つか再現していきましょう。基本的にはこういったバケツとか計量カップとか水に濡れたものの後片付けに役立つと思います。こういった使った器具の水滴をさっと拭き取れば、もう一瞬で中の水気はなくなりますね。こういったバケツに関してもさっと拭けば、すごいほぼ一瞬で水気がなくなる。これはやばい。どうですか？これは雑巾より確実に水気を吸い取ってくれます。
こういったガラス蓋の水滴も一瞬で取れてしまう。結構蓋外した後ダラダラっと水をこぼしちゃう人多いと思うんですけど、この吸水スポンジでガラス面をさっと撫でるだけで水気が取れちゃいます。これは凄まじいですね。当然ガラス面の水滴もバッチリと取れるはずです。霧吹きで水をつけると、例えば雑巾とかを使うとなんかいつまでも拭き残しがあるんですけど、吸水スポンジだとすごい見事に輝くガラスになりますね。ここまでやると嘘くさいね。でもすごい本当に吸水力高いです。一旦水を吸い取ってビシャビシャになったスポンジは雑巾と同じみたく絞ることができます。かなりジャバジャバな水が出てくる。意外とギュッと絞っても大丈夫。あんまりねじ切るように絞るとちぎれちゃうかもしれません。またまっさらなスポンジに戻りました。すごいですねこれ。なんか手拭くのにもちょうどいいかも。こんな感じでこぼした水とかの拭き取りにはめちゃめちゃ役に立つ超吸水スポンジ。アクアリウムでも活躍するなと思ったんですけど、ちょっとだけ注意点があります。それはこの製品には防腐剤が含まれてて、イソチアゾリノン系防腐剤というのが含まれてるみたいです。これが水槽の中に入るとどんな影響があるのかちょっとわかりません。シリコンとかでは防カビ剤が含まれてると使用は避けた方がいいとか言われるんですけど、防腐剤もなんかあんまり生態にはいい影響はなさそうですよね。なのでこのスポンジを使うときは水槽の内側にスポンジが入らないようなところ、今回の動画で紹介したみたくバケツからこぼれた水を拭き取るとか、水槽の外側のガラス面を拭くとか、そういったところ以外は使わない方がいいと思います。また間接的に水槽の中に入りそうな換水用のバケツの内側とか、そういったところも使わない方がいいかもしれないですね。万が一水槽の中に入れて生態が死んでしまったとか悲しい事故が起こらないように水槽の中には入れないようにしましょう。というわけで今回はアクアリウムなどの水回りで使える超吸水スポンジご紹介しました。若干注意点はありますけど、アクアリウムでも活躍するんじゃないかなと思います。もちろんパッケージにある通り、ガラスの結露をさっと拭き取ったり、浴室の鏡の水滴を拭き取ったり、あとはサッシレールのたまり水とか、カーペットなどにこぼした飲み物も吸い取れるみたいです。アクアリウムのみならず、普段の生活でも役に立ちそうですね。すごい面白い商品だと思うので、気になった方はぜひニトリでチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。